間のない方や説明が不要な方は説明なし版がございますので、そちらをご視聴ください。やあ、葵だよ。おっす、レオだぞ。なんだかいい匂いがするな。そうでしょう。今日は鶏もも肉で唐揚げを作ってみたよ。俺の大好物じゃねえか。ふふふ、唐揚げを嫌いな人は少ないと思う。でも唐揚げって家で作ると上手にできないって聞いたぞ。大丈夫だよ。そのあたりのコツも今から説明していくからね。そうなのか。それは安心だな。それじゃあ作り方を見ていこう。まず調理に入る前に食材や調味料を前もって用意しておくと、調理中に慌てなくて済むので、用意できるものは用意しておきましょう。高温の油を使うから怪我ややけどをしないためにも落ち着いてしなきゃだな。その通りだね。それでまずは何を用意すればいいんだ。まずは鶏肉を漬け込む調味料を合わせましょう。漬け込みに使う調味料はこちらです。あと写真を撮るの忘れたけど、土生姜も入れるよ。へえ、結構シンプルな材料なんだな。そうだね。そんなに変わったものは入れないかな。そっか、次はどうするんだ。はじめにニンニクを入れます。量はこれくらい。お好みで大丈夫です。チューブじゃなくて生のニンニクは入れたらダメなのか。全然ダメじゃないよ。むしろ生のニンニクを使った方が美味しいよ。けれどまな板や調理器具に匂いがつくし、チューブの方が手軽にできるよ。ただチューブのニンニクは塩分が含まれてるから、塩分を控えてる人は注意してください。なるほどな。手軽に使えるのはいいよな。そうなんだよ。ただ塩分もだけどえぐみも結構あるから、入れすぎると変な味がするかもしれないので注意してね。わかった、注意する。卵を1個割り入れます。ごま油を大さじ1杯入れます。黒胡椒を7振りほど入れます。量はお好みで加減してください。俺は胡椒たっぷりが好きだな。お酒 50cc、 薄口醤油 25cc を入れます。ここで一度しっかりと混ぜてください。次にきれいに洗った土生姜をすりおろします。土生姜の皮剥いてないけどいいのか。薬味とかきれいな色で使いたいときは剥いた方がいいけど、それ以外なら皮はついたままの方が栄養もあるから、今回は皮付きのまま使用します。なるほど、人参みたいに皮の近くに栄養があるんだな。そういうこと。すりおろした生姜を先ほど合わせた調味液に入れます。これ飲んだら辛い？飲まないでね。わかった、飲まない。次は鶏肉を切っていきましょう。鶏肉は水では洗わないでキッチンペーパーとかでドリップを拭き取るんだよな。その通りだよ。鶏の照り焼き会で説明したよね。水で洗うと食中毒菌が飛び散って他の食材とか調理器具を汚染するんだよな。パーフェクト、素晴らしいね。へへへ。拭き取ったらバットもしくはお皿にのせます。なんでのせるんだ。鶏肉を切る際にまな板の上が狭くならないようにかな。なるほどな。怪我するかもしれないもんな。そうだね。なるべく作業するスペースは広くするようにした方がいいね。骨や筋、毛がついてないか手で触って確認するんだな。その通りだよ。毛は皮の方についているから切る時にも確認した方がいいね。そういえば葵は皮を上にして切るよな。他の人は皮を下にして切ってるのをよく見るけど、何か違うのか。これに関してはかなり違うんだよね。結論から言うと皮を下にして切るのが正解だと言われてるよ。そうなのか。なんでだ。皮を上に向けて切ろうとすると、皮と身の間にある粘膜が滑って皮がずれて指を切ったり怪我をする恐れがあるんだよ。じゃあなんで葵は皮を上に向けて切るんだ。皮を上に向けて切る時の前提として、まず包丁の切れ味が鋭いことが大事なんだよ。そしてなぜ皮を上に向けて切るのかだけど、皮を下に向けて切るとまな板に皮が張り付くんだよね。僕の切り方が悪いだけなんだろうけど、切った後にまな板にくっついた皮が離れなくて、お肉を持ち上げると皮が剥がれてしまうことが過去に数回あったんだよ。皮が一度剥がれると衣に包んであげるとか串に刺して焼くと海外で元に戻すことができないから、それなら皮が剥がれるリスクを回避できるこの切り方にしようとなったわけなんだ。そうなのか。じゃあ簡単に言うとどっちでもいいってことだな。そうだね。視聴者の皆さんも長々と説明を聞いていただきありがとうございます。皮を内側にしてお肉を巻いて切るなんて方法もあるから、
怪我をしないように工夫をして自分なりの切り方を見つけてもらえればと思います。みんな怪我しないように気をつけてくれよな。あとこっちの方がいいよっていう切り方があればコメント欄で教えてください。さて長くなったけど今回は一口大よりも大きめに切っています。食べ応えがありそうだな。そして切り終えたら漬け込み用の調味液に投入します。楽しみだな。そうだね。しっかりと袋の口を縛って数回揉み込んだら冷蔵庫にて 2,3 時間置きます。今回は2時間置きました。ほうほう。次は衣を合わせていきます。ざるにあげて調味液をすべて捨てて片栗粉をまぶすやり方もありますが、今回は調味液を残して片栗粉を混ぜてする方法でします。まずはボウルに調味液ごとお肉を入れます。ここに片栗粉を入れるんだよな。片栗粉の量ですが、この時に一度に入れるのではなく数回に分けて入れた方が入れすぎを防げます。もし入れすぎて硬くなってしまったらどうすればいい？水を少しだけ入れて柔らかくするといいと思うよ。葵、これ手で混ぜてもいいのか？混ぜる時に手を使ってもいいですが、食中毒を予防するため必ず手袋をしてください。手袋がない場合は箸やスプーン、トングなど他のもので混ぜるようにしましょう。あれ？すごくシャバシャバしてるぞ。少し柔らかかったので片栗粉を足すことにします。おお、ちょうどいい感じかも。衣の完成だね。次は揚げていこうか。葵、油の温度がわからないぞ。油の温度を測るには油対応の温度計を使用するか、衣を落として測るか、お箸の先を沈めて浮いてきた気泡で測るなどいろんな方法があるんだよ。へえ、いろんな調べ方があるんだな。今回は衣を落として浮いてきた速さで調べていきます。鍋の底についてから浮いてきたから150度から160度だな。今回のポイントなんだけど、この温度帯で一度揚げをして2度目に高温で揚げる2度揚げという調理方法を行います。お肉を投入していきます。この時に注意してほしいのが、直前に投入したものとくっつかないように離して投入するようにしてください。次々と入れていきます。いけいけ。1分から2分ほど揚げて衣が割としっかりしてきたなってぐらいの時に一度取り出します。この時の衣はデリケートなので優しく扱ってあげてください。了解。揚げたお肉はバットやお皿にキッチンペーパーなどを敷いてその上で休憩させてあげてください。その間に残りのお肉も揚げていきます。このお肉たちも同様にして休憩をさせてください。お肉を投入するたびに落ちる衣で常に温度を意識してください。もし温度が上がりすぎた場合は焦らないで火を弱めるか消すかして新しい油を多めに足すと温度が下がるかと思います。逆に温度が下がりすぎて衣が浮いてこないし固まらない時はお肉を入れるのを止めて火を強くして様子を見ましょう。すべてのお肉の一度揚げが終わりました。最初に休憩に入ったお肉たちを2度揚げしていきます。申し訳ありません。いつも感覚で揚げてるので高温の時の温度測定をするのを忘れてました。温度計がない方は一度揚げの時の衣が残っていたらそちらを使用して測定してください。それすらもない人は箸で測定するか気合で乗り切ってください。いい色になってきたんじゃね？そうだね。そろそろ引き上げようか。うはー、うまそうだな。そうでしょう。綺麗に揚がってるね。でもちゃんと火が通ったかわかんないぞ。そういう時は1個だけ切ってみて断面を確認するといいよ。残りのお肉も2度揚げしていきます。きつね色になってるのに火が通ってなかったらどうすればいいんだ？そういう時は耐熱容器に入れてレンジでチンしてもらえると中に火が入ると思います。揚げ終わりました。盛り付けていきましょう。うまそうだな。手早く盛り付けていくね。お腹減った。早く食べたい。もうすぐだからね。はい、鶏もも肉の唐揚げ完成です。超うまそう。お腹減ったね。早く食べようぜ。じゃあ実食していきますか。
レオアオキッチン。葵、全部並べたぞ。ありがとう。じゃあ食べようか。それではいただきます。むむむ。うまい。揚げたての香りがたまらなく食欲をそそる。口に入れると生姜とニンニクの香りがふわっと広がって最高だな。このカリカリの衣と口の中でとろけるような柔らかい鶏肉、これを家で作れるなんてね。めちゃくちゃ柔らかくてジューシーなだけじゃない、衣にしっかりと味が染み込んでて止まらないぞ。よかった。作るのがちょっと大変だったけど、このジューシーさなら苦労した甲斐があるね。こっちの副菜は作るところ見てないぞ。副菜に関しては副菜編として別の動画で紹介することにしますので、よければそちらもご視聴いただけたら嬉しいです。そうなのか。今回作った副菜はなんだ？今回作った副菜はレタスとキュウリのやみつきサラダバージョン2、あとさつまいものお味噌汁だよ。バージョン2ってナスの肉味噌炒め会で作ったのがバージョン1なのか。そうだよ。今回はキュウリの切り方を変えてみて食感を楽しめるようになっていますので、ぜひともご視聴いただきたいと思います。はい、今回は鶏のもも肉を使って唐揚げを作ってみましたが、皆さんいかがだったでしょうか？油を使うから危ないとか怖いとか思う人もいてると思うけど、温度の管理さえ気をつければ安全に美味しいものがたくさん作れるから、ぜひチャレンジしてみてください。これからもいろいろな動画を視聴者の皆様が見やすいようにジャンル別にしたり、解説あり版と解説なし版の2通りの動画を投稿したり模索していくつもりです。ひとまず今回は主菜と副菜と汁物と動画を分けてみたので、もしよければコメント欄で感想を教えてください。批判でも称賛でもどんどんコメントしていただけたら嬉しいです。この動画をいいなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。拙い調理技術と動画編集技術でお見苦しいかと思いますが、これからもよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。